ね、まあ一緒ぐらいあります。20キロぐらい。これ前回私がミッションで行ってきた山形の覚えてますか？行きましたね。えらい大変だったんですよ。確かすごい大雨かなんかでしたそういうよね。情報だけ拾ってます。さすがだなと思いましたけで、漁に出れませんでした。しかし体験の漁をさせていただき、その後翌日豊漁。ど。おお、すごい。私が帰った後豊漁なので、取れたての幻の貝イガイがやってまいりました。すっごい美味しかったのよ。1週間ぐらいずっと言っとるでしょ。意外が本当に美味しいんだわ。イガイが意外に。もうそれ絶対今日言わないでおやででも後のスペゲス絶対言うよ。やっぱ言うよね。私も意外でネタを考えてみたけど、それしか出てこないもん。それ以外出てこないはいどうぞ。この意外めちゃくちゃいい。ダメだ、間違えた。ダメだよね。もう行きましょう。なんだかカニ。ここで PR が、粕谷さんさすがです。山形県産庄内北前ガニ、庄内浜でカニが上がるんだ、ズワイガニが。へ食べたいよ。宣伝も入れつつの。わー、意外に大きいでしょ。みんな小声知りますよ。でかいでしょ。いや、大きい大きい。これが幻の貝意外でございます。これがね、いい出汁が出るんです。確かにムール貝の形に似てんね。ムール貝はムール貝で素晴らしいんですけども、ムール貝は海外から来た外来種。これは日本古来の日本の貝なので似てるんだけど違うんですよ。私前回味噌汁で食べるのが庄内浜エリアではみんな大好きすぎて、お盆の時期だけ飲むんだって。家族集まるじゃん、いっぱい飲み食いして二日酔いめちゃくちゃいいだろ。意外にシジミよりもタウリンが多いので100倍とかなんだ。すごいじゃん。社長にすごいいいじゃん。いいね。しかも漁師さんたちすごい生活飲み食いしてるのに一人も痛風がいない。お、すごい。これ前回私お味噌汁とバーベキューとね、なんかちょっとアヒージョ焼いたりとかしか食べれなかったから、今日はねフルコースを、意外のフルコース意外にいける、やってみよう。やってみよう。寒い。ということでかなちゃん、今日は何の日かな？意外の日。意外がしてきちゃった。怒られるよ。意外くん、よろしくお願いします。意外に美味しいわよ。じゃあ今日はこの意外を使って5段活やってみようかな。どれが一番美味しいか検証します。イガ刺身、イガ蒸し、イガ焼き、意外の2は味噌汁にしていく。で、最後が揚げ、意外のフライ。この5段活をやってみよう。行ってみよう。ということで今日はスペシャルゲストを呼びます。まずね、最初の工程が綺麗に洗わなきゃいけないので、掃除のスペシャリストをお呼びしました。わお、掃除させたら天下一。寿商店掃除取締役森高井さん、どうぞ。何のご紹介に預かりました衛生大臣の森岡清潔1番、利益は2番、損得より善悪の森高氏でございます。それで今日は何ですか？これ意外だね。意外です。こんなんは僕本当に知らなかったです。あると。地元の人でも庄内浜の方、内地の方は知らないみたい。前回の動画で分かったことは、意外が10年弱しか生きないって分かったの最近。今この子たちはだいたい7年から8年ぐらい生きてるから、もう今のタイミングで取らないと食べれなくなっちゃう。海の中で死んじゃうから。こういうのは深いところ結構深いところにいる。岩のところにこうなってる。そうそう、固まってね、ついてる。こういうふうにして。そう、で海藻とか食べてるんだけど、そういうのがあって今山形の庄内浜の漁師さんたちが一生懸命取ってみんなに消費してもらおうっていうので、今回森さんに食べてくださいよっていうのが来たんだけども、県外流通させたりとかっていうところに今追いついてなくて、冷凍ができるのかも分かってないし、今まであんまり取れてなかったやつがここのとこ取り始めてきたこと。ずっと取れてたんだけど寿命がもう終わっちゃうんじゃないかっていうのが最近分かって、だったらこんな美味しいもの取らないと損じゃんっていうところで、こうやって大きい子だけちゃんと資源を守るために大きい子だけ手です。動画見てください。すごかったですか？潜って取るより難しい。これなんやだな、そうそうと。そうそういい感じだな、いわゆる。こちらでどうぞ。しかも一切水に濡れずに海の中に入らずに取ってたから、前回の動画見てください。本当大変ですからこの量が。じゃあこれだけ通るには相当時間かかる。めちゃくちゃ時間かかるし、これでも漁師さんがね綺麗にしてくれたんだけど、これにも2時間ぐらいかかる。もう本当手間暇かかるなこれ。しかしこれが県外にあんまり出てないっていうなると知ってる人も少ないわけだ。だから幻の貝っていうところで今日は紹介させていただいてます。ということで社長、漁師さん一生懸命取ってくれたんですけど、まだね砂とかついてますので、もう任せてください、はい衛生大臣。一応きれいにして剥いていきますか？どうしますか？このままね味噌汁は使いたいです。味噌汁このままいきますか？はいちょっときついなそれだと。なので綺麗にしてください。ちょっと難しい。漁師さんたちはこのままやるんです。じ
じゃあ味噌汁が4つ。 4つどころじゃないです。これいっぱい入れることによって出汁が出て美味しいんで、教わったの漁師さんに。私漁師さん絶対主義だから、これくらい味噌汁入れます。大家族分いっぱい作っていっぱい出汁を入れて飲むのがすっごい美味しかった。ラーメンでもいいかもしれない。ああ、それもいいね。よろしくおそれでは衛願いします。生大臣が皆さん期待に応えれるように綺麗に仕上げていきます。掃除シーンも早送りするので、はい、お願いします。ということで今日綺麗にしてやる回がこちら。じゃあこの間に私これ剥いていきます。剥き身で使いたいのがフライご飯の釜炊き。刺身は刺身の部分なんだけど、これめちゃくちゃ注意で、意外は刺身で食べれません。絶対加熱して食べるよ、なんで電子レンジで軽くチンしてなるほど。素材の味をチェックするっていうところを刺身ではないんですけど、活用の一段目です、なのでまずこの綺麗になった意外を用意しました。これはチンしていきます。できました。意外の5段活用1個目、レンチン素材する。めちゃくちゃいい香り。ノー味付けだよ。これボイルすると簡単に取れます。そう、加熱するとね、チュッて抜ける。で、このこうちょっとね、食べるのがまたうまい。プリンプリン。あつで、この糸だけちょっと抜いてね、このままいってみて。みんなどうぞいきます。なんか気持ち悪い。今の動きで取ると取れるって教えてどうですか？うまい？くれた。うまっ。意見いい？まずアクがない。で、ムールとは全く違う。どっちかというと、ミル貝とか、ああいう貝の味だな。ミル貝の味に近い。コンミル貝の。味が濃い、ね、甘い。で、その割に貝の嫌な味一切しない。アクだよね。苦味とか。これうまいわ。知っとる人しか知らない貝だね。これ一回知ったら多分みんなめちゃくちゃ食べると思う。売ってるとこはないんだろうな。食べたいなって今みんなが思ったとしたら、山形庄内浜行ってください。鶴岡へ。レッツゴー。レッツゴー。いろんな居酒屋さんとかに売ってるから、あとスーパーにも普通に売ってた。ちょっとすごいうまい。ちょっいや、とマジで。じゃあまず一段活用成功です。成功。あと出汁だな。いいところに、あなたに今日一番飲ませたいんですよ、私は。ちょっと今のうちいっぱいお酒飲んどいてください。衛生大臣いいんですか？仕事中に。もう終わりましたか、衛生大臣。じゃあちょっと一回やってみます。いってらっしゃい。本当に明日社長が二日酔いなのかとそう。もしかして明日めちゃくちゃキレキレかもしれないな。意外パワーで社長の意外な一面が見れちゃうかも。次、意外の蒸し料理から仕掛けていく。はい。炊き込みご飯やっていきます。だしを使って作ったらめちゃくちゃ美味しいんじゃないかなと。じゃあ一回加熱すると剥きやすいんでレンチンしていきます。こんな感じで開いたので、これむき身にしていきます。結構量があるので、ここで今日もスペシャルゲストをお呼びします。寿商店代表ムキムキ取締役森高さんです。どうぞ。すいません、飲んでたと。貝を剥いて、はい、40年ぐらいになりますけど、また僕はさせていただきます。むき身にしたいあです。りがとうございます。まず、手袋あたりがあれば。代表取締役のユニフォーム。軍の手です。あれパントマイムできそうだ。本当にムキムキ取締はい、役です。お願いします。すでにもう喋ってる間に2つ。さすがマッハですね。まひはひはそれこそもつけるんで大丈夫です。わあ、すごい。見て。さすがムキムキ大臣早いです。隣の領土まで行ってます。ムキムキ大臣。あ、手こずってます。道具を使ってムキムキ大臣。あ、すごいよ。疲れちゃった疲れちゃった。でかい。全部身が漏れなくでかい。これは取り外し名人。じゃあ、釜炊きご飯いきます。ここに意外のむき身。いくぜ。見てかな。意外の顔。結構軽くんだね。炊き込みご飯はね、やったことないって言ったから感想を伝えたいって漁師さんたち。じゃあ、ここにちょっとだけ味付けでめんつゆ使います。シンプルにこれでいくか。では、いってらっしゃい。いただきます。なんか砂浜に打ち上げられた以外。ネギ。ちょっとボイルした意外をプラスして完成。意外の炊き込みご飯では、これは焼きで食べましょう。どの子が一番苦手でしょうか。そんなホタテみたいにパカパってなならないよね。涼しいわ。焼けたぞ。めっちゃいい匂い。プルルンプルルンで。結構貝の味濃いからさ、ポン酢とかかけてもどんな感じになるかやってみたい。意外の浜焼き完成です。じゃあ次これ味噌汁作っていきます。昆布だし、冷たいお水から昆布だしをしっかり取ります。沸いてきたので昆布出します。ならここに意外をぶち込む。
入れすぎたの。ちょっと水足りそう。よし、これで貝が開くまで煮ていきます。アクを出します。まあこれが私山形で香った香りを飲ませるんだ、2人で。だいぶ出汁ね、いい感じで出たんで、硬くならないように貝を取り出します。はい。これがね、コツだそうです、上手。そっか、ずーっと一緒に入れとくと硬くなっちゃうので、それをもっと煮詰めて、そうめんとかにすると思います。うまそう。だしだけでも冷凍したらいいので、後でこの身は剥いて味噌汁に入れます。はい。この意外な味噌汁、コツは味噌を入れすぎない。田舎味噌とか合わせ味噌がいいみたいだから、それ今日使っていきます。じゃあ一回火止めたら味噌入れていきます。ちょっとほんと少なめで、赤味噌をやっぱ使わないんだって。あ、薄いでしょ。味噌買ってなかったんかいぐらい、でここに入れます。はい。ネギを入れよう。お味噌汁完成。ではラスト、五段活用のその5揚げしこして、さあみんな粉まみれになるんだ。おしろい塗って卵。はい。今ね。はあ、すんごいプリプリ。牡蠣よりでかくない？地元の人はフライにしたりするんだろうか。基本でも味噌汁で食べるので、みんなその味噌汁の出汁が大好きで、お盆期間だけ 4,5 倍ぐらい値段が上がるらしい。では意外揚げていきます。いってらっしゃい。あ、もう牡蠣フライだわ。せっかく名古屋に来てくれたから黒い海で泳がせる。では意外フライ上がります。形はもうカキフライ。ねえ、何で食べる？タルタル？醤油とかちょっとこのままいってみよう。うん、絶対そのまんまも美味しいと思う。意外なフライ完成でーす。どんな味か。これで5段活用完了です。さあ食べましょう、食べましょう。さあ完成しましたよ社長。今日もお魚さんに感謝をしていただきます。漁師さんにも感謝。いきます。今日札幌赤星。はい、お願いします。あいろいろやってきたじゃん、料理。いろんなとこ行ったり、いろんな漁師さんと話をしたりして、いろんなの食べてきた。俺も一緒に行ってはないけど、持ってきてもらって、今日みたいに食べさせてもらってるんだけど、そうと思うと、贅沢だなと思って、これを取る漁師さん、結構高齢化されてるのかな。そうそうそう。今までアワビだとか、カキだとかいろいろ取れたんだけども、全くそれ取れなくなってしまった。アワビが本当取れないからね。アワビにちょっと匹敵するだよ、これ。ただやっぱりこれが夏は高く売れるんだけど、普通に美味しいんだけど、夏以外のシーズンにあんまり地元の人は食べないから、生で食えないっていうのはちょっと痛いのかな。そうだね。いただきます。いただきます。あと汁から。まあ、これ想像つくでしょ。うまい。再現できた。山形で飲んだ味。薄くしたる方がいいね、味噌。これ何も入れてないのかなと思って、やっぱり味噌を少量だけ入れる。これがまたなんか絶妙で、貝の出汁を邪魔しないとか。昆布チロッと入れただけで最初。出汁全部これ意外だよ。うんまっ。これ1個で十分ですよ。こんだけ濃い出汁を出すためには、あれだけいっぱいの具が一緒に煮ないと出ないから、やっぱり家族みんなで食べる料理なんだって。アワビも美味しいけど、アワビこすってるかもしれない、マジで。料理方法によってはアワビこす。炊き込みご飯ちょっと期待してるんだけど、いただきます。だしすごいか。嘘でしょ。水うまい。なんだこれ。これどうだった？水普通に入れて分量ラフでやってドンピシャに味がまとまっとるね。これうまい。みょうが足したけどさ、みょうが相性いいね。いい感じ。夏っぽいでね今。ほんと貝がめっちゃうまい。これ紐がうまいね。ねフライ食べたい。何でいこう。ちょっと一回このままいってみていい？レモン絞ったら。レモン絞る。絞りレモン。味濃いからこのままちょっと食べてみたいな。でもこれね。シンプル。意外だな。カキとは違う。違うやっぱり。はい、一人5人中です。一回このまま食べてみて。騙されたと。これだけで。レモンめっちゃいいわ。レモンだけ。海って不思議だな。なんか雪の上を踏みしみという音がする。
これ思ったのはさ、フライにするとやっぱり一気に火が入るから結構こう弾力が出るのよ。だから硬さが出る。本当にびっくりした。全然違う。貝柱みたいな。あ、それだ。全部が貝柱になっちゃう。内臓系のところは柔らかいんだけど、出ると貝柱。平ら貝平ら貝みたい。なんじゃこの貝は。貝だけ何回楽しめるんだって感じだね。まあそれ言うと視聴者の方々も多分いつ言うんだろうなと思ってる。やっぱね、冒頭から連発してます。そうですか。何回言ってるか数えてほしい。ソースもいってみようよ。これ確かに好き好き分かれるかも。この意外のレンチン最強だった。ぽよぽよっていう、トロトロっていう意外のこの旨味と柔らかさを味わうのはレンチンで十分。しかも何も味付けいらない。蒸したりとかっていうのはその弾力がちょっと出て中のとろみも残るんだけど、揚げるとみんな貝柱なの。ムシュムシュっていうギュッて感じ、味濃くて酒のつまみに最高。ただなんだろう、おじいちゃんとかおばあちゃんちょっときついかもしれない。子供にはちょっときついかもしれない。雪の上をね歩いてるみたいな感じ。ギュッ締まる感じ。びっくりした味が。ソースいってごらんと。ソースはソースで良さがあるんで。言うから。これうまい。今度は冷凍はできるの？今研究してて、研究じゃないかも。味が変わるってこと？殻ごと冷凍させるとちょっとなんか苦味が出るみたいなことがあったらしい。わかんないけどまだ。まあ自分で思うのはさ、貝はさ一回処理して冷凍かけ。なんかむき身にしてボイルしたら美味しいらしい。冷凍前と思う。ただやっぱりそこの加工まで漁師さんたち今取るだけで処理だけでも結構大変だから。高いな俺。やってよ。だから俺一生懸命剥いて汁も一緒にして凍結かけてこれやりたい。もし本当によかったら僕頑張ります。巨大なアサリにも見えてくるし、牡蠣のこのクリーミーさ。ああそれはある。それはだけどあるけど、これやったと普通かけだったらさ中内臓が多いじゃん牡蠣。であれが嫌いな人多いじゃん。これまた感じんもんな。不思議だな。やっぱりさ魚でこれも40何年やっとってもさいまだに分からん魚いくらでもあるもん。いいですけどソースでデロデロになってますよ。じゅわっとさせてる逆に。これでなんか意外ソース丼を作りたい。あ、美味しいだろうね。卵で閉じちゃったりね。焼き焼き。本当うまい。でもやっぱこの意外な衝撃を味わうにはやっぱレンチンで一回食べてほしいな。びっくりするよね。ポテンシャルにうまっ。焼きも食べてみる。これ私現地ですごいじゃんかこれ。感じて変わった貝だね。これ家族みたいにさ養殖できるのかな。そうなんでしょう。技術はこんだけ技術があったら成長がどんな成長でさ海に対してどういうふうな影響を与えるかちょっと分かんないけど、もしこれが養殖でできたらこれすごいと思うよこの味。待って、これ私最後社長とランキングを決めようと思ったのよ。意外は何が一番美味しいかってやめようかな。まあいわゆるコーツつけがたいってやこれ殻外して焼くのと殻つけて焼くのと全然違くて、つけたまま絶対焼いた方が美味しい。水分とやっぱ蒸すっていう工程が一番美味しいんだろつ、うね。ちょうど火の入り方がほんとよくて、で貝は知ってて美味しくなったらちゃんとこうやってこうやってくれる、貝が美味しい。よし、噛むと噛むとどんどん出汁出てくるんですね。どの部分食べてもうまいね。素晴らしい。ということで今日は幻の貝意外をフルコースにしてみました。これ実は裏話すると、前回の山形の出張の動画の最後におまけ的にね、社長にこの意外の汁を飲ませるっていう企画にしようと思って私頼んでたんですけど、いろんな意外な姿を見たくなっちゃって分けました。焼いたり揚げたりしたら炊き込みご飯ってどんな味なんだろうって、もうかなり虜になっちゃって調理動画を1本分けました。で結果これっていうのがちょっと社長あえて言うならどう？僕はこれなんでかというと、ご飯にこの意外の出汁入ってくるわけじゃん。ものすごい贅沢に感じる。でこれがあるわけじゃん、汁が。これをかけてもいいでね。ちょっとやろうよ。猫まんまでそうこうだよ。そうこれ今回の大正解はこれ。これをこうです。最高ですわこれ。冷めてもいい、冷たくても美味しいね、冷や汁みたいにたまらんってこれね。なので僕はこれがもうたまらなく好きになりました。今社長はこれね、これやっぱ汁がうまいっていうことだったんで、私も同意でこれうまい。まだこれおにぎりとかにしてさ、次の日か絶対美味しいと思う。一緒に汁作ってこの汁の貝をね入れて、この汁を一緒に炊いたりしても美味しいだろうし、このセットがマジで美味しい。最高だった。これしかないな。最高の贅沢の食べ方だと僕は思うけど、こんな幻の食材のいろんなあれこれ食べ方ご段階活用させてもらってね、今日はかなり贅沢な魚研究会みたいなことさせていただいたんですけど本当にね、粕谷さんあんな大変な量をしていただいて20キロも意外を取るのにどんだけ大変かって言って私もう目に浮かぶんですけど、本当に
ありがとうございます。美味しくいただいてました。その思いを受けて見てるね視聴者の皆さん、あなたたちに意外の美味しさがね届いたかな、どうかな、届けば嬉しいなと思います。ぜひ取り扱いしたいところだけどね。やっぱりいろいろ喋って思ったんだけど、高く売れてほしいね、意外。値段聞いてさ、高いなと思ったんだけど、でもそれ私が言った値段はあくまでその最高値、今の旬の時期なんで、正月の数の子とかそういうような値段、普段は10分の1とかに下がっちゃう時があるんだけど、結局それ県外流通させてないっていうのは生態が分かってなかったり研究段階だったりっていうことで、今一生懸命ね水産研究所の方たち、そして山形の漁師さんたち協力し合って試作をされてるみたいで、あんまりね送ってくれっていうのも迷惑かけちゃうと思いますので、ぜひ皆さんねこれ食べるんだったらば山形行ってください。ぜひね鶴岡のあたり、前回の動画見ていただいて、私も売りたいですって言ったんだけどやっぱ出せないっていうことだったので、それいいね。普段塩だな。地産地消だし、地元をもっとね盛り上げたいっていうところが皆さんの思いとして強いので、地元に行っていただいて漁の様子なんかももしかしたら見られるかもしれないですね。ぜひぜひまだ前回の動画見てない方はその漁も紹介してます。チェックしてきてください。めっちゃ面白かったです。私最後号泣してたけど、なんで何しよ意外にまつわるいろんなことが。でもやっぱり人間味あふれる量ってすごいね。う、なんかやっぱすごいパッション、魚が好き熱だねとか、本当が好きとか、海が好きみたいな思いを持ってる人たちがやってるからですっごい惹かれてる、この意外。意外は情熱か。情熱は意外だ。本当に漁協の皆さんご協力いただきありがとうございました。本当にありがとうございました。また出してくださいということで、バイバイ。日本の海の幸に大乾杯です。ありがとうございます。仕込んでみて。怖い。